あ、カルテジアちゃん、カルテジアちゃんかわいい。あ、おっぱいおっぱいおっぱい、必殺だ。うわ、ちょうわ家なしララチャンネル。おはい家なし。この動画は2025年6月12日リリース予定の名調バージョン 2.4 で新たに解禁されるカルテジアの実機紹介動画なんですが、今回はカルテジアは貫突必須か、起動属性に新たな選択肢が生まれたなというベテラン向けではなく、名調何それって思ってる1ヶ月前の私と同じレベルの方向けの紹介動画です。というわけで動画構成としても、そもそも名調とは何かをご紹介してから、今回の主題であるカルテジアって子をその大人形態とともに実機でご紹介し、最後に改めて宣伝、こんな流れでお届けします。この動画を見終えた頃には名調ちょっとやってみるかという気持ちになってくれたら嬉しいなと思っています。それでは早速本編どうぞ。名調とは中国の黒ゲームス社が提供しているオープンワールドアクション RPG です。対応ハードは PC、スマホ、PS5 で基本プレイ無料。今ここでストーリーは長々とは話しませんが、ざっくりだけ言うと、プレイヤーは長い眠りから目覚めた漂白者という存在となって、自分の記憶を探す旅をし、共鳴者と呼ばれる仲間たちと世界で起こる様々な異変を乗り越えていくというストーリーです。先月リリースから1周年を迎えたばかりで、秋葉原の1周年アニバーサリーイベントやヴィレッジヴァンガードとのコラボなど、リアルイベントも豊富な新進気鋭のゲームです。先ほどちらっとお話しした通り、実は私も始めてまだ1ヶ月のビギナー漂白者なんですが、もともとガチャゲー嫌い、デイリー作業嫌いだった私が、次のリリースまだとだだこねながらほぼ毎日インしてデイリーやってるぐらい、名調には激ハマりしています。特にガチャゲーというイメージとは程遠い美しいグラフィックと爽快アクション、そして愛嬌あるキャラクターが私は好きです。ただこの辺は口で1時間語るより実物1分見せた方が雄弁だと思うので、前置きはこの辺にしてとっとと次行きましょう。カルテジアとはこのメインキャラの一人。いやごめんなさい、やっぱり我慢できないんで殴っちゃいます。オラーオラ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 。いかがでしょうか。さっき口で言った美しいグラフィックと爽快アクションをまずは体感いただきたく、死の子の言う前に動かしてみちゃいました。グラフィックの方は見たままのクオリティで、カルテジアで言うと神聖や幻覚性を彷彿させる青基調の剣撃や舞い散る粒子エフェクトがバチクソかっこいい。かっこよさが備わりつつも、一方で攻撃の構えや斬撃の所作には品のある美しさも宿っています。ちょっと脱線しますが、こういったゲーム中のバトルエフェクトだけではなく、要所要所に流れるムービーや一枚絵、果ては YouTube 上の新バージョン予告配信番組ですら金かけてやがるの一言ですので、視覚的にも切れ目なく楽しめるかと思います。一方アクションの方も移動やら攻撃やら回避の動きにシームレス感がありますし、それらに複雑なボタン操作を必要とせずとは言いつつも、ジャスト回避やパリーなどプレイヤースキルを求める要素もあり、アクションゲームとしての歯応えも備わった完成度の高いバトルシステムに仕上がっています。ではちょっと先走っちゃいましたが、改めてカルテジアという子を見てみましょう。さっき言いかけましたが、この子はすでにメインシナリオリナシータ編でゲストキャラとして活躍していた子です。そこで存在感を示して以降、プレイヤブルキャラクターとしての実装が待ち望まれていたところ、6月12日にリリースされるバージョン 2.4 にてついに実装。今回はテスト環境にてカルテジアを操作させていただいています。では改めてカメラモードにてカルテジアの容姿をチェック。皆さんこの子を見てどう思いますか。ちょこんとしてて可愛いですよね。あどけなさの中にもどことなく気品や気高さがあり、名調の世界におけるこの子の立ち位置はメインシナリオを進めていくとわかるんですが、この動画では堅苦しいこと抜きにして可愛い可愛い、これだけ感じ取っていただければ十分だと思います。続いて待機モーションが3種類あるらしいので見てみましょう。1つ目、とても良い香りですね。可愛すぎーてかこりすぎー。私の知ってる待機モーションってかかとトントンするとか伸びをするとかそういうもんなんですけどね。名調はこんな感じでキャラごとにガチすぎる待機モーションが備わっています。続いて2つ目いってみましょ今日お話しするのは、正義の騎士が邪悪な名式と戦う物語です。はあ、もちろん最後に勝つのは騎士カルテジアです。う。いや待機モーション、いや
かクソ可愛いんですけど、ただカルテジアのハンドパペットの剣をぶん回す時のピョコッと感、名式のハンドパペットを持ち出した時のキリッとした表情、騎士カルテジアの勝利宣言後にハンドパペットを整える動きなど細部の作り込みがエグすぎて、正直可愛いの前にすげえが先行してしまいました。彼女の待機モーションの一つがこういった寸劇であるのもちゃんと彼女の生い立ちに起因してるんですけど、まあ細けいことはいい。すげえ。待機モーション3つ目。少しうたた寝を。夢でしたか。いやもうふかふかのベッドで名調はタイトルからも察せる通り、水というか流体の表現が秀逸で、あまりにも眠りにくそうなクッションや背景の幻の深海表現などからそのこだわりが伺い知れると思います。なんか待機モーションですでにお腹いっぱいなんですが、続いて攻撃モーション見てみましょう。どう組み合わせて使うのかって話は別で説明するので、まずは各アクションのビジュアルだけチェック。最初に通常攻撃、次は空中攻撃、続いて銃撃、お次は回避反撃、さらに共鳴スキル、汚れを引くわけにはいきません。そして変装スキル。崩れなさい。攻撃モーションに対して総じて言うと、可愛い少女とかっこいい剣、この掛け算が嫌いな人なんているのかって話。特にすごいなって思うのが各モーションに連続感があって、さらに浮遊するように滑らかで優雅なんですが、そういった素早い剣さばきの中にも斬撃の重みがちゃんとあるんですよね。鋭く洗練された効果音やゲームパッドに伝わる鋭い振動などがそうさせているのか、一撃一撃に重厚な迫力が伴っています。生と動、剣と銃など相反する要素を両立させた各種モーションが非常に魅力的だなと感じました。そしてアクション1個まだご紹介していませんでした。最後に共鳴解放、いわば必殺技を使うと、しじまる。悔い改めろ。おっぱいが大きくなって幼い衣装のまま大人の顔つきになっちゃって、失礼しました。カルテジアの場合、共鳴解放を使うとフルールドリスという大人形態のモードになります。ではフルールドリスのモーションを見てみましょう。通常攻撃、救済、銃撃、切り上げ攻撃、空中攻撃、空中銃撃、共鳴スキル、断罪の大波よ。回避反撃。剣を使って戦うのはカルテジアと同じなんですが、なんというか暴力性が増していて、見た目はこんな美しいお姉様なのに、特に攻撃前後のモーションが絶対ぶっ倒すみたいな、敵の殲滅だけを考えてる人の構えになっていて、その苛烈さ危うさが私にとってはツボです。メインシナリオでも色々あって我々漂白者を苦しめたフルールドリスですが、今度は我々がプレイヤーキャラクターとしてその力を思う存分振るってやれますね。この変身にかかる仕様周りで本動画で最もベタ褒めしたい点がありまして、このフルールドリス形態、なんと持続できます。こういう必殺技で変身する系のキャラって普通時間経過で元の姿に戻っちゃうじゃないですか。戻らないんですね。戻らないというか、戻さないという選択ができるが正しいですね。一部アクションを取ることでカルテジア形態に戻ってしまうものの、普通にフィールドを探索する上では解除しない。それどころかフルールドリス形態だと風と潮の王として水上歩行することが可能です。揺れて通常のキャラと違い、歩けるだけでなく水上でも普通に剣を振りかざして戦えますので、これも彼女だからこそできる体験かと思います。今回私はカルテジアを紹介するお話をいただいた際、絶対に一粒で二度美味しいっていう陳腐な言葉は使わねえからなと決意してたんですが、フルールドリス状態を維持できる仕様を目の当たりにし、白旗を上げざるを得ませんでした。ちょこんとしたキャラ、バインバインなキャラ、両方楽しめてしまう間違いなく一粒で二度美味しいキャラです。それでは強すぎる美女について満喫したところで、
続いてカルテジアの使い方をご紹介します。細かい情報が知りたくなってきたらゲーム内でも確認できますので、その時にそっちを見ていただくとして、ここでは初心者向けにざっくり解説します。このキャラは一言で言うと3種類の剣を出してドーンとするキャラです。3種類の剣をどうやって出すのかというと、1本目は通常攻撃。先ほど言った通りカルテジアは通常攻撃を最大4連続繰り出すんですが、その4発目を当てた時に真剣の剣の影を召喚します。剣の影を召喚すると対応するアイコンが光ります。2本目は銃撃、長押し攻撃のやつですね。銃撃を当てると異剣の剣の影を召喚します。なおこの2本目に限り別の召喚手段もあって、変装スキルを使った時、つまり他のキャラからカルテジアにバトンタッチされた時も異剣の剣の影を召喚してくれます。そして3本目を召喚するトリガーは共鳴スキル。これを当てると人剣の剣の影を召喚します。剣の影を3つ揃えた状態で空中攻撃を当てると3本の剣の影を吸収し、カルテジアにバフが3種類かかります。なお今回は3本呼んでから3本まとめて吸収しましたが、1本呼んで1本吸収、また1本呼んで1本吸収という形をとっても大丈夫。剣の影を吸収しバフがかかると下段のアイコンの光り方も変化し、剣のアイコンの周囲にエフェクトが渦巻くようになります。このバフが進化を発揮するのはフルールドリス形態の時。フルールドリス形態は変身時に HP が最大 HP の 50% まで減らされるリスキーな形態ですが、反面強力な攻撃を繰り出せる形態でもあり、先ほどついたバフに応じてフルールドリスの通常攻撃やら空中攻撃やら共鳴スキルがさらに強化されます。またフルールドリスはフルールドリスで決意というゲージがあり、攻撃をヒットさせるとこのゲージが溜まっていきます。そして決意がマックスの状態で再度共鳴解放を使うと、さっき冒頭にお見せした気高くてエッチでかっこいい必殺技が炸裂できるというオチです。というわけでまとめると、基本的な流れとしてはカルテジア形態にて通常攻撃、銃撃、共鳴スキルで剣の影を3種類揃え、空中攻撃を使って剣の影を吸収しバフを付与、共鳴解放スキルを使ってフルールドリス形態になり、今度は決意ゲージを貯めて再度共鳴解放スキル、そして大勝利。こんな感じです。実際のメカニクスとしてはもう少し緻密で、強く使うにはどうしたらいいか極めがいのあるキャラクターになっています。ただ名調のバトルシステムで私がよくできていると感じる点として、メカニクスを研究し最適なムーブを考え、それを体得する奥深さが面白いのと、あんまり効果よく分からずにボタンポチポチするだけでもなんか爽快で面白い、これが両立している点なんですよね。なのでその点は初心者でも安心していただければと思います。最後に余談ですが、全キャラちゃんとゲーム内でチュートリアルが用意されています。簡単な操作方法であれば今見ていただいているような動画を漁ることなくゲーム内だけで学習が完結するので安心ですね。カルテジアの紹介については以上です。カルテジアもフルールドリスもメインシナリオ上バリバリ重要なキャラクターなので、どんなキャラなのかぜひ実際にプレイして確かめてみてください。もしここまでの紹介で名調気になりましたら、本動画概要欄の URL からぜひダウンロードしてみてください。これだけのクオリティで信じられるのですが、基本プレイ無料です。そして元ガチャゲー嫌いとしてここも強くアピールしたいんですが、課金への圧が非常に低いです。こういうゲームって一挙手一投足において、今課金すればこういうアイテムをゲット、この期間でガチャ石買うと 25% 増量中とかのポップアップが押し寄せてゲーム体験そがれがちですけど、マジでびっくりするほど課金を求めてこない。ただ集音というメニューが静かに佇むのみ。とはいえそんなおしとやかな姿勢で淡々とクオリティが高いゲームをぶつけてくるので、私がそうなっちゃったように自発的に課金して好きなキャラや武器をお迎えしたくなると思います。リリースからまだ1年ですし、そういう意味では大ベテラン不在のゲーム。私自身もまだ初心者に毛が生えた程度ですから、今始めて私と同じ進捗感で一緒に楽しみましょう。基本的にゲーム内で丁寧にガイドされるので混乱することはないかと思いますが、私が作成した超初心者向け動画を見ていただくと一層スムーズに進められるかと思います。ぜひ脇に置いてご活用ください。もう一つだけ宣伝、公式の X アカウントのフォローもおすすめします。最新パッチやイベントの情報収集はもちろんなんですけど、それ以上に私が公式の X アカウントに対して好いてることがあって、二次創作の紹介が盛んである点です。最近公式が新たな同人創作番組の制作を発表したように、公式は二次創作の推進に前向きです。そんな積極姿勢もあり、 X のアカウントでは世界中の素晴らしい絵師様による魅力的なイラストや漫画をしこたま浴びられます。このゲームがユーザーコミュニティと一緒に盛り上がってる感じがして私は好きなので、ぜひ公式の X のアカウントもフォローお願いします。以上です。家なしららは限られた時間で最大限面白ゲームを楽しむためのコンテンツを提供しています。この動画が面白いと感じましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また動画化するまでもない日常オタク語りを X で行っておりますので、そちらもフォローよろしくお願いします。ではメインシナリオに登場するカルテジアのあざと可愛いワンシーンとともにお別れしましょう。おはにょうわー